通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、実写版ストリートファイターからの話題になります。先日開催されましたゲームアワードで、今回ね、実写版ストリートファイターのティザーが公開になりました。おおよそね、その世界観などがわかる内容となっていたんですが、本日はですね、これを受けまして、様々なメディアやネットの反応など、どういう風になっているのか、皆さん気になるでしょう。本日はこちらを見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちら見えておりますが、皆さん、ついに来ましたよ。実写版ストリートファイター。そのね、ティザーがついに公開となりました。このストリートファイターといえば、やっぱりね、ジャンクロード・バンダム版が非常に強い印象を残しているんじゃないかなと思いますが、今回ね、ついにこのティザーが公開になったということで、各メディアね、様々な反応をしているようです。でね、今回ね、非常に話題になっているのがこのキャスティングなんですが、ちょっとその前にね、概要から見ていきたいと思います。ストリートファイターは、櫻井北夫監督、ダラン・マッソン脚本による公開予定のアメリカ製マーシャルアーツ映画である。カプコンが展開する同名ビデオゲームシリーズを原作とした実写映画としては3作目にあたり、実写長編作品としては通算4作目となる。本作はシリーズのリブート作品として位置づけられている。ということでね、この実写版ストリートファイターには先ほども申しました通り、過去作というのがありまして、そのリブート版ということになるんですね。そしてね、今回大変注目されておりますのが、こちらですね、監督、北尾櫻井とあります。それがね、こちらになりまして、櫻井北尾は、日本生まれのアメリカ人俳優、脚本家、プロデューサー、映画、テレビの監督である。2021年のネットフリックス映画、バッドトリップの監督として知られている。ということで、このね、櫻井監督というのは、こちらにありますが、1983年の日本生まれで、アメリカのオハイオ州育ちなんですね。そして映画としては、ネットフリックス映画のバッドトリップ。これで知られていると。でね、こちらにも書かれているんですが、ディレクターもそうですが、ここね、俳優としても活躍されている方なんですね。こちらね、デッドラインになりますが、こちらです。これが櫻井監督と。ではね、一旦こちらね、キャスティングの方を見ていきたいと思います。パラマウントピクチャーズは、これね、最近話題のパラマウントなんですね。名作アーケードゲームを実写化した映画、ストリートファイターの新たなキャラクターポスターを公開した。本作は、櫻井北尾が監督を務めており、ダニー&マイケル・フィリボー兄弟からプロジェクトを引き継いでいる。これ引き継いでるんですね。映画は、レジェンダリーとパラマウントピクチャーズによる新たなグローバル配給契約のもと、2026年10月16日に公開予定である。ということで、来年10月の公開を予定していると。じゃあね、ここからポスター見ていきますが、まず剣ですね。これがね、ノア・センティオネ。そしておなじみの竜ですよ。この方がね、アンドリュー・コーチという、イギリスの俳優兼格闘家と。ちなみにね、イギリスと日本人のハーフだそうです。そしてね、お次がこれね、ベガになるんですが、これバイソンって言うんですよ。もうこれ嫌いもう分かりにくい。本来ね、これベガというキャラクターなんですが、海外ではこれバイソンって言うんですね。なので、ベガ、バイソン、バルログ。これね、名前がスイッチされておりまして、確かね、後ほど出てきますが、ボクサーのキャラクターのね、バイソンっていうのがいるんですが、これがね、明らかにマイク・タイソンをモデルにしていたため、訴訟リスクを回避するためだったんじゃないかと言われているようですね。なので、これね、3人の名前がスイッチしてるんですよ。日本人にはね、非常に分かりにくい状況になっているんですが、このね、ベガのことは海外ではバイソンというと。で、これがね、スーサイドスクワットでもおなじみ、デビッド・ダストマルちゃんです。そしてこちらね、チュンリーになりますが、カリーナ・リャン。この方ね、カナダの女優さんだそうですね。そしてね、出ました。こちらブランカになりますが、皆さん誰だと思いますか？はい、そうです。これね、ジェイソン・モモアなんですね。ということで、このジェイソン・モモアですが、ほぼ同時期ですね。スーパーガールの予告編が公開されまして、中でロボを演じていますが、もう立て続けにね、この発表があったと。そしてね、こちら出ました。これが先ほど言ったボクサーのキャラクターですね。もともとマイク・タイソンをね、モデルにしていたと、このように言われているようですが、これがバルログになってるんですね。仮面のバルログ、日本ではおなじみですが、海外ではね、バイソンはバルログと呼ばれています。これを演じているのは、ラッパーの50セントです。で、ちょっとね、全員紹介してるとこれキリないので、こちらね、ガイル、ダルシム、これ素晴らしいですね。これすごいなと思いましたが、こちらです。エドモンド・ホンダ。これをね、演じているのは、後藤弘樹さん。この方ね、日本のプロレスラーですね。そしてね、大変話題ですよ。こちらね、ザンギエフ。もうあまりにもハマっているということで、この方ね、オリビエ・リヒターズという、オランダのね、ボディービルダーだそうです。で、この方ですね、なんと、身長が218センチあるということで、世界で一番背の高いボディービルダーとして、ギネスに登録されているということのようです。どのぐらいでかいかと言いますと、これです。ここ見えますか
おそらくですね、この前にいる男性陣たちも、ここね、ももありますが、相当高いと思いますよ、身長。ね、頭飛び抜けていると。もう巨人ですね。この方が今回ザンギエフを演じます。もうこれ以上ないハマり役ですよね。そしてこちらがバルログ、海外ではベガと呼ばれています。で、こちらダンなんかも出てくるんですね。そしてその下、キャミ。そしてさらにこちらですよ。悪魔というね、これ日本では豪気と呼ばれておりますが、僕たちなみにこの豪気使いますが、これらのキャラクターたちが今回紹介されました。で、今回ね、こちらの記事を紹介したいんですが、ちょうどですね、こちらの記事の空気感というのが、プクタの感じた印象にね、非常に近かったので、ちょっと見ていきますね。ストリートファイターの初トレーラーは、あまりにもキャンピー。で、むしろこれは意外とうまくいくかもしれないと思い始めている。ということで、こちらですね、キャンピーとあります。こちらが本日のキーワードになります。キャンピー。明らかに奇妙だったり衝撃的だったりすることを狙っており、そのために面白く感じられるような行為、または人の振る舞いや外見を表すときに使われる。ということでね、こちらのキャンピーというのは、様式美的な大げささ、こういったものを表現している言葉になります。で、今回ですね、このワードというのは、もう一言でね、日本語でパチンと訳すことが大変難しくって、どういったニュアンスを表現しているのかご説明しますが、こちらまずね、キャンプとあります。これスタイルとありますね。で、このね、日本語版のウィキペディアがありますので、おそらくこちらの方がわかりやすいと思うんで、見ていきますね。キャンプは、英語圏の美学、文芸批評などで使われる用語の一つで、故に日本語では訳しにくいですね。大げさに誇張された振る舞いや、過度に装飾の多い、ケバケバしいファッションなどを意味する。また、わざとらしさ、俗っぽさ、泥臭さを意識的に生かした芸術表現もこう呼ぶ。一般に同性愛者の美意識や価値観を表現、理論化するために用いられてきた。ということでね、一番わかりやすいのがね、ちょうどここに写真がありますが、これですよ。ここにありますね。ドラッグクイーンの美意識はキャンプの代表例とされているということで、ドラッグクイーンの振る舞いわかります？非常にわざとらしいでしょ。そして大げさですよね。あれです。あの漢字を指すのがキャンプというワードなんですよ。すごく様式美的な大げさで誇張されてわざとらしい動き。つまりこの形容詞がキャンピーとして使われると。で、僕たですね、今回のストリートファイターの予告編を見たときに、なんでしょう。非常にグラインドハウス的な、わかります？そういう印象を受けたんですよ。で、今回ですね、それをね、こちらの記事でキャンピーというワードにね、落とし込んでくれたので、すごく風に落ちたというように感じましたね。ですので、ちょっとね、日本語で一言でポンと訳すというのが非常に難しいんですが、その感じです。ゲームアワード2025では数多くのゲーム関連発表が行われたが、例年通りハリウッドの話題も提供された新作ストリートファイターの初ティザートレーラーがショーの一環として公開され、懐疑的だった私自身の感情にもかかわらず、ここね、キャンピーとあります。キャンピーだったため、もしかすると本当にうまくいくかもしれないと思わせる出来に見える。45秒のティザー映像は主要キャラクター全員を一瞬ずつ見せる内容で、まるでアーケード版のキャラクターのセレクト画面からそのまま飛び出してきたかのようなビジュアルになっている。アクションもかなり迫力があり、ラストで車がボコボコにされるシーンはこういう映画にこそ求めたい、いかにもバカバカしいビデオゲーム的な引用として完璧だ。ボーナスシーンの再現はゲームファンには嬉しいですよね。そしてこちらコタクになります。ストリートファイターはあなたが思っている以上にはるかに奇妙な作品になりそうだ。昨夜のゲームアワードで初のトレーラーが公開され、人々の反応を見るのが実に面白かった。原作の性質やここ最近の流れを見れば、シリアス一辺倒のドラマチックなアクション映画になるだろうというのが大方の見方だった。ところが実際にはそうではなく、明らかに楽しく、しかも笑えるものに見えたため、世界中が一斉にとなったわけだ。これは確かにあったかもしれませんね。だがこの違和感を解くために多くの人が見落としている重要なピースが一つある。それが監督だ。ストリートファイターの監督は桜井北夫である。誰それと思うかもしれない。彼はエリック・アンドレ・ショーの62エピソードの監督を務めた人物だ。ということで、これがね、そのエリック・アンドレ・ショーということなんですが、これがね、アメリカの深夜枠で放送されていたトークショーのパロディなんですね。コメディ番組です。非常にシュールでブラックユーモアが満載で、つまりこの作品を見れば今回のねストリートファイターの作風というのがわかるんじゃないのと、こういうことですね。で、コタクに関してはね、こちら別の記事になりますが、こちらでもねかなり褒めてますね。ストリートファイターは初公開のトレーラーを見る限り驚くほど出来が良さそうに見える。ではね、こちらディスカッシングフィルム、今回のティザーの公開伝えておりますので、みんなの反応ね見ていきたいと思います。バルログ役に50セントを起用したのは、これつまりボクサーのバイソンのことです。もうややこしい。これに50セントを起用したのはこの映画でおそらく最高のキャスティングだと思う。とても本物感があってハマっている。
ぜひフランチャイズ化してほしい。まさに俺たちが求めていた通りのものになりそうだ。シリアスさ皆無のひたすらド派手にぶちのめすお祭り映画。これはその年の最高の映画になるか最悪の映画になるかのどちらかだろう。この方は否定派ですね。残念だけどストリートファイターのファンとして言わせてもらうと、これはオリジナルと同じくらいひどくて寒そうに見える。なぜスタジオはストリートファイターやモータルコンバットをちゃんと作れないのか本当に理解できない。その下はね、悪くないよと言ってますね。オリジナルのストリートファイターよりも良くなるといいな。どれだけひどい映画だったとしても私は見ます。私は都合のいい時だけ見るファンじゃないんです。ね、ガチ勢がいました。なぜビデオゲーム映画は全てをミームとして扱うレディットレベルのコメディ映画である必要があるんでしょうか。これは楽しくて気分が良くてカメオ出演も楽しめて大笑いできる映画になるだろう。もう確信している。完璧だ。そしてその下ね、アライグマちゃんがいまして、これはゴミだと言っています。クソ、ダルシムが完璧すぎる。この方はね、バイソン、つまりベガがちょっと微妙だと。この方もそうですね、1994年のバイソン、2026年のバイソンということで、まあそういうことが言いたいんでしょう。アンドリュー・コージを竜に起用したのは、この映画全体の中で一番の見どころに見える。これを叩いている連中は全員消えてくれって思う。だから映画業界はクソなんだ。せっかく楽しいゲーム映画が出てきたのに、お前らは文句を言って泣いているだけ。ちょっとキャンピーなくらい何が悪いんだよ。ね、こちらキャンピーが悪いと。いや、むしろキャンピーなのはいいと思うんですけどね。僕はそこ好きでしたよ。むしろこの路線いいななんて思いましたが。ではこちらパラマウントになりますが、YouTube のコメント見てみましょうか。現在ですね、こちら96万回再生されておりまして、現在高評価が 3.3 万件と。で、これ今ね、低評価表示しておりませんが、爆撃されているということはありませんでした。バカバカしいくらいの過剰さに振り切ってくれたのが嬉しい。見た感じ、かなり良さそうだ。そしてなんと皆さん、ここですね、ザンギエフいました。これ本人ですね、オリビア・リヒタース。ザンギエフです。ですよね。最高の作品になるぞ。ティザーを気に入ってもらえて嬉しい。実は俺自身もさっき初めて見たところなんだ。ということで、この方のね、YouTube チャンネル、50万人ほどね、チャンネル登録者数いるということで、実際ね、そのアカウントで挨拶しに来ていると。なんかこういうのいいですよね。これはバカバカしい。もっとください。撮影監督は今すぐ昇進させるべき。マジでちゃんと色があって、画面に活気がある。ね、色はほんと良かったですね。このスコット・ピルグリムのような雰囲気を出した人は、昇級に値する。ははは。これはすごく不真面目に見えるけど、そこが好き。予想以上にいい。竜と剣が一緒に戦っているのを見たばかりだが、待ちきれない。ということで、YouTube のね、コメントに関しましては、もうかなり肯定的な意見がね、ずらっと並んでいるという状況になっています。はい、ということで本日はですね、先日開催されましたゲームアワードにて、実写版ストリートファイターのティザー映像が公開。メディアやネットの反応を見てまいりました。いかがだったでしょうか。やっぱりね、ネットの反応を見ていると、これね、プクタもまさにそうだったんですが、ちょっとね、大丈夫かなどうなのかなと思って見てみたら、あれ意外にいいかもなみたいな。そんな空気感なのかなという気はしますね。ちょっとダメな人はね、ダメと、このように言ってるのも仕方ないかなと思いますが、題材的にもね、これはひどい最悪だなんていう空気感で染まる可能性もあっただけに、あれなんか意外にいいなってなったのは良かったんじゃないかなと思いますね。こちら来年10月公開を予定しているということですが、ぜひね、皆さんの感想も聞かせてください。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。ちなみに、プクタがゲームの実写化映画で最高傑作だと思っているのは、サイレントヒルです。